おはようございます。めぐりかみたいちです。今日はマルシェで買ってきた旬のグリーンアスパラガスを使ってアスペグジュアラミラネーズミラノ風のアスパラガスを紹介します。動画の中ではグリーンアスパラガスの下処理の仕方を詳しく解説します。以前ホワイトアスパラガスでも下処理の仕方を挙げましたけども、またホワイトアスパラガスとは違ったグリーンアスパラガス専用の下処理の仕方があります。それではアスペグジュアラミラネーズ一緒に作っていきましょう。よく洗ったアスパラガスの根っこに近い部分を折っていきます。手で折ると硬い筋の部分のところから折れるので、食べる方に硬い筋が残りにくいです。これをもし包丁を使って切ってしまうと硬い筋が食べる方に残りやすいです。折るところの目安ですけども、折ろうとして自然に折れるところで折ってください。そうすると強い筋が食べる方に残りにくいです。美味しいアスパラガスの見分け方は、まず切り口、下の部分の切り口がみずみずしいものを選んでください。あと全体的に張りがあって硬いものです。収穫してから時間が経っているものは基本的に下の部分が柔らかくなってきて切り口が乾いています。なのでそういうものは避けて、切り口がみずみずしくて全体的に張りのあるアスパラガスを選んでください。次に袴と呼ばれる部分を取り除きます。ペティナイフ、小さい包丁を使ってこのように引っ掛けながら折っていくという感じです。これ引っ張ってしまうと緑色の皮の部分も一緒に取れてしまいます。なので袴に引っ掛けて折るような感じに取り除きます。これこのまま置いていても食べれます。ですが、やはり口に多少残りますので取り除いた方がより美味しいアスパラが食べれると思います。袴を取り終わったので次は長さを揃えます。やはりこの一手間かけることによって料理の出来栄えが非常に美味しそうに見えます。全部長さをまず揃えます。切り落とした先はスープにしたら非常に美味しく食べれますので捨てずに取っておいてください。ここで家庭ではしないもう一手間、プロの技を紹介します。やはりこの作業をすることによって料理の見栄えが断然に違います。それと万が一太い筋、口に残る筋が残っていてもそれを取り除くことができます。印をつけた後はこのように小さい包丁を使って皮を剥いていきます。この時、フランス語ではエプルシェというよりもトルネという単語を使います。トルネという単語はきれいに剥き整えるという意味があるので、この時はトルネと使った方がフランス語的には言葉が合っていると思います。グリーンアスパラガスはホワイトアスパラガスと違って上の方までエプルシェする必要はありません。下の部分だけ筋を取り除くためにトルネした方がいいと思います。やはり緑の皮の部分エプルシェしてしまうとグリーンアスパラガスの味がなくなると思います。逆にホワイトアスパラガスの場合、上の方まできっちりとエプルシェしないと筋張っています。またホワイトアスパラガスの処理の仕方は動画がありますので、そちらを参考にしてください。もし包丁を使ってきれいに取るんでできないのであれば、このようにエコノム皮むき器を使って丁寧に皮を剥いてください。
これでグリーンアスパラガスの下処理が終わりました。このように見た目も綺麗で切り揃えられて非常に美味しそうに見えます。それでは湯がいていきます。下処理が終わったので、ここでキウイアラングレーズ塩茹でしていきます。ここでアスパラガスを湯がく時のポイントです。やはり下の方は硬いので、先に20秒ほどつけてから全体を湯がいていきます。火が入ったかどうかはこのように刺して確かめてください。スーッと通れば入っています。火が入ったらすぐに氷水に取りますけども、今回はこのまま次の工程に移りますので、キッチンペーパーで水気を取ります。続いてお皿にバターを塗ります。続いてパルメジャーノのラペを軽く振ります。このラペ機ですけど、ミクロプレーンといって非常に軽く擦れるので便利です。そこに先ほどのアスパラガスをきれいに並べていきます。一旦並べたら、また上からパルメジャーノのラペをかけます。まんべんなくアスパラの上にきれいにかかるようにパルメジャーノラペを振ってください。粗めの黒胡椒を上から振ります。最後に焦がしバター、ブルノワゼットを作ります。冷たい鍋にバターを入れてよく混ぜながらブルノワゼットを作ります。この時よく混ぜないと底の方が焦げてしまいますので、よく混ぜながらブルノワゼットを作ります。非常に香ばしいいい香りがします。ブルノワゼットができたら、このように鍋底を水につけて温度を下げて、これ以上焦げないようにします。このブルノワゼットを最後仕上げにパルメジャーノをラペした上からかけて、あとはこれをオーブンに入れて完成です。170度に温めておいたオーブンにお皿のまま入れて3分ほど、フロマージュがほんのり溶けたら完成です。このアスパラガスのミラノ風アスペグジャアラミラネーズですけども、このまま前菜としても美味しいです。あともちろんメインディッシュのガルンチュールとして添えても美味しく食べれます。旬のアスパラガスを使ってぜひ家でも挑戦してみてください。それではお疲れ様でした。ボナペティ。